はい、ペピです。本日は海外からあまり日本じゃ目にしないようなガジェットを仕入れてきたんで、皆さんにご紹介したいと思います。それがこちらのジェット KVM という商品なんですけど、まず知ってる人向けに話すと KVM の一つになります。特に比較的最近出てきた商品群ですね。その中でも IPKVM というカテゴリーの中の一つになってます。まず KVM っていうのは何か知らない人向けに話すと、あるパソコン、ここではちょっと家のパソコンを対象にしたいんですけど、そういったパソコンを遠隔で外部から操作したいっていう時に使うのが、そういった KVM っていうデバイスになります。ここで皆さんパソコンを外部から操作したいって聞いた時に、それって普通にいろんなアプリケーションでできるじゃんって思う人も多いと思います。例えば Zoom とかでも通話の相手に自分のパソコンの操作を許可するっていう機能もあって、そしたら相手が自分のパソコンを勝手に動かせるなんていうことも今普通にあります。あと Zoom を除いてそういった通話みたいなソフトを除いても TeamViewer とか遠隔操作だけに特化しているようなアプリケーションもあるんですけど、このデバイスが優れているところも確実にあって、それが何かというと、そういったリモートデスクトップのアプリとか TeamViewer とかあと VNC とかって対象とするパソコンの上でソフトが立ち上がってて動いていないと使えません。ただこの KVM っていう装置はそこが根本的に違ってて、これはハードウェアレベルで遠隔から接続することができます。つまり、たとえ OS が入っていなくても、あとブルースクリーンとかで固まってしまっていても、電源が切れてしまっていても外部から操作できるっていうのがポイントです。具体的にはどうするかっていうと、対象のパソコンに HDMI ディスプレイ用のケーブルですねと USB を物理的に接続して、この JetKVM 自体はネットワークで外部に接続します。すると操作する人間が外部からブラウザを通して家のパソコンに接続することができて、パソコンの画面だったりとか、そしてキーボード、マウスも普段家にいるように使うことができるっていう、そんなデバイスになっています。これが現在海外で$69で販売されていて、一般的な KVM って呼ばれる装置はもっともっと高いんですけど、新しく出てきて非常に安く買えることができるっていうので話題になっていました。最初に発売された場所が Kickstarter っていう海外のクラウドファンディング向けのプラットフォームなんですけど、本当はそこで買いたかったんですけど、買いそびれてしまって、いつの間にか終わってしまってて、僕はその後販売サイトに行って、プラス$30ぐらい値上がっちゃってたんですけど、そこで購入しました。正直に言うと、こういう商品まだ使ったことはなかったんで、実際これから家の Mac mini に接続してみて、家の外から快適に操作できるかを実証したいと思います。まだ一切開けていないところなので、これから開けていきます。今こんな感じで箱の中から全ての入ってたものを取り出してみた状態です。こちらが本体になってるんですけど、手に持った感じめちゃくちゃずっしりしてます。これ全部金属でできてますね。非常にメカ感もあっていい感じです。それからまだ電源はついてないですけど、この前面はタッチパネルになっていて、後で UI が出てきた時に指で操作できるようになっています。この辺のカーブの感じとかすごい Apple Watch っぽくてめちゃくちゃいいです。後で重さを測ってみたいと思うんですけど、手に持って重いなって感じるぐらいにはサイズの割にありますね。まずスペックはこれでもしパソコンを接続して映像をどっかに飛ばすって場合、1080p の 60fps H264 エンコードで配信することができます。それから遅延についてなんですけど、LAN 環境で30から60ミリ秒と言われてます。ここがめちゃくちゃこれから動かすにあたって期待しているところで、実際遠隔操作のソフトウェア使ったらもっと遅延発生しているぐらいには遅いなって感じるんで、これでどれぐらいそれがリアルタイムに近くなるかっていうのを期待してます。それから後ろを見るとこのように接続ポートがいくつかありまして、まず1個は 100Mbps の Ethernet、右は RJ11 の拡張ポートになってて、今回は多分使わないと思います。下行くとミニ HDMI の端子がついてました。右は Type-C の端子ですね。付属品のケーブル類なんですけど、まず最初これから、HDMI とミニ HDMI のケーブルが付属してました。なのでここに接続して、あとはこちらをパソコンにつなげればいいだけかと思います。それから USB Type-A と USB Type-C の接続ケーブルも入ってました。最後にこの USB Type-C をこの2つの Type-C のメスに変換するようなさすまた型のケーブルも入ってました。
多分これは本体の Type-C 端子が1個だけなんで、拡張のこと考えると1個じゃ足りないだろうってことで、親切で付けてくれてるんだと思います。1個は必ず給電用の端子として使うことになります。最後にこのような説明書が入ってて、めちゃくちゃマルチリンガルで書いてあるんですけど、アジア圏の言語は一切なかったです。ハードウェアじゃなくてソフトウェアの話ですけど、これやっぱりリモートコントロールということで、映像とか外部に飛ばすってなると、セキュリティのこと心配される方も多いと思うんですけど、これに至っては、ソフトウェアの部分は全部オープンソースで作られていて、誰でもコードを見ることができます。その辺安心してオープンに作られているのは非常に印象がいいかなと思います。こんな感じでいろいろ準備してきたんですけど、早速これからこの JetKVM を使ってパソコンがリモート操作できるかっていうのを検証したいと思います。今回は検証したいデバイスはこの前買った Mac mini とします。こちらを JetKVM でつないで家の外とか遠隔で操作できれば成功という形です。説明書とかによれば接続とかセットアップはすごいシンプルで、やることとしてはこちらの JetKVM を接続したいパソコンと USB でつないであげる、その次に HDMI でもつないであげると。これをやった後で、こちらがちょっと先が長いんですけど、LAN ケーブルとなってて、インターネットに接続するためのケーブルになってます。こちらを JetKVM につないであげれば、セットアップ自体はもうそれで完了みたいなんで、じゃあ早速やっていきたいと思います。これ今気づいたんですけど、USB Type-A なんで、これ Mac mini じゃ接続できないですね。代わりのケーブルを持ってきたんで、今日はこちらで接続します。USB 接続が JetKVM 自体の給電も兼ねてます。そっか、Mac mini の電源を入れないとダメですね。今、JetKVM の画面上で IP アドレスと USB と HDMI が接続されているよっていう表示が出ました。一応セットアップとしたこの後、この IP アドレスにアクセスしてあげて、そこからいろいろセットアップをさらにいけるみたいです。じゃあ今、JetKVM 上に表示されていた IP アドレスに接続してみたんで、こちらでセットアップを続けてみたいと思います。これは後で変えられるってことなんで、パスワードの設定とかを聞かれてますけど、一回パスワードなしで続けています。もうつながりましたね。これが今 Mac mini 上の画面になってます。先ほどちょっとしたセットアップのウィザード画面があって、それを完了したらもう今接続先の Mac mini がブラウザ上で使えているような状況になってます。こういうキーボード設定アシスタントっていうダイアログが出てきたんで、やっぱりこれ今キーボードとして接続されているってことを示してますね。ちょっとこれ続けてみようと思います。セットアップ自体はもうこれで終わりで、あとは自由に使ってくれみたいな形みたいです。今いろいろセットアップが終わって、こちらの JetKVM の WebUI をいろいろ見てたんですけど、実際どんな感じになるのか紹介したいと思います。これが全体の画面になっていて、この内側の窓が今操作している Mac mini のディスプレイ部分になっています。いろいろボタンがあるんですけど、まずこの辺の統計情報が面白くて、こんな感じでデータが出てきます。ジッターだったりとか、遅延に関する情報、その他あとパケットロスとか、それから FPS っていう情報もここでモニタリングすることができます。FPS については、今見る限りもう 60fps にずっと張り付いているような、そんな状況です。それから拡張機能とか飛ばしまして、仮想キーボードっていう機能もあって、こんな感じで下からキーボードの UI が出てきます。これはこの JetKVM で接続元の環境なんですけど、今はこうやってパソコンから操作してるんで、キーボードも手元にありますけど、最悪の場合タブレットとかでも操作できて、でその場合ってキーボードがない場合もあるんで、こんな感じでディスプレイ上のキーボードである程度操作できるという、そんな機能になってます。ちなみにもう究極的にはスマホでも操作できます。スマホだとこういうもうボタンは押しづらいと思うんですけど、よくありそうなシナリオとしては、パソコンにパスワードだけ打ち込みたいみたいな、そのぐらいだったらなんとかできそうな感じです。あとその左が Wake on LAN といって、これはデバイスを遠隔で起動するための機能になっています。離れた場所にいても自宅とかにあるデバイスを電源を入れることができます。ただ今回は自分の場合ですけど、接続しているデバイスが Mac mini なんで、多分これ Apple 製品のパソコンって全部この Wake on LAN 今対応してないんで、今回は使用することはできないんですけど、他にも Windows パソコンとか他の OS が入れてる方とか、そういう人はこれ使えば外にいながら、例えばよくあるケースとしては
停電とか瞬電みたいな感じで起動してたけど電源が落ちちゃったって時に外にいながらパソコンを起動することができるっていう便利な機能になってます。その左が仮想メディアといって、ここにメディアファイルを追加すれば実際に接続中のパソコンに USB メモリを挿しているような状況をシミュレートすることができます。あと一番左はテキスト貼り付けで、シンプルですけど、ここのテキストボックスに貼り付けたい値を入れて、貼り付けボタンを押せば接続中のパソコンに貼り付けることができるというシンプルだけど便利な機能になってます。こんな感じでスッキリしていながらも必要な機能が全部揃っているような印象を受けました。あと設定を見てみると、これ触れてなかったんですけど、今インターフェースの言語を日本語にすることができて、説明書は日本語なかったんですけど、こんな感じでアジア圏の言語もいくつか揃っているような状況です。あとソフトウェアの更新は先ほどアップデートがあったんでやっておきました。で、他の設定項目見ていくと、ここはマウスの設定項目になってて、マウスカーソルを隠すことができたりとか、あと今ここ変更したんですけど、スクロール抑制の項目があって、触ってみた感じ、このスクロールイベントみたいなのが ZKVM を通したリモート操作時に多く送られてしまっているらしく、スクロール速度がすごい速かったんですね。なのでここで抑制をこうに設定してみたところ、ちょうどいい感じになりました。あとキーボードの設定とかもあって、今自分はこのリモート操作側のパソコンは US キーボードを使ってるんで US に設定してあります。あとビデオの設定はこんな感じで、普通に品質はこうにしておいて、あとコントラストとかサイドとか明るさとかも変えられるような設定項目があります。で同じようにハードウェアの設定項目の中ではディスプレイの輝度を変えられたりとか、向き変えられたりとか、いくつか設定項目があったり、外観とかはテーマが今ダークモードでしたけど、こっちがライトモードでシステムに合わせるっていう設定もできます。あとキーボードマクロがあったり、アクセスの方は後で触れるんですけど、現在今ローカルで接続してあって、まだ家の中でしか使えない状況ですけど、この後家の外からでも接続できるようなセットアップをしていきたいと思います。あと詳細設定とか、上級者向けの設定項目もいくつかありました。で、今実際に ZKVM を通して Mac mini を操作する中で、ブラウザの挙動とか操作感とかチェックしてたんですけど、スクロールの滑らかさとか、このブラウジングの感じとか、本当に率直な感想ですけど、パソコンを実際に今操作してるぐらいの、目の前にいるぐらいの非常にレスポンシブで、全然リモート操作中とは感じさせないぐらいの快適さがあります。文字の入力とかも全然遅延があるかもしれないぐらいで、とりあえず文字を打つには全然困らないぐらいの快適さでした。で、動画のストリーミング再生もちょっとチェックしてみたんですけど、全然これで YouTube とかもこんな感じで見ることができるという快適さです。一つ問題は、これ音が現在 Mac mini、要はリモート接続先のパソコンから出ている状態で、この接続元からは出てないんですけど、これは残念ながら今解決できないみたいです。調べた感じ。ただ映像の品質とかは全く遜色なく配信できているかなと思います。ではここからは現在ローカルで接続している状態のこの ZKVM をリモートで本当に家の外から接続するためのセットアップをしていきます。はい。今ここのスマホの方で Wi-Fi も切って、あと VPN もオフにして ZKVM のクラウドのコンソールにアクセスしたんですけど、こんな感じで先ほど登録したデバイスが表示されていました。で、こちらの方から接続ボタンを押してあげると、はい、少し時間かかったんですけど、こんな感じで Mac mini のパソコンの画面が今スマホ上で見れているような状況になりました。で、こうやってタップすると、マウスが動いてるっぽい挙動も見れたりして、ちょっとスクロールとかどうやるのかわかんないんですけど、こんな感じでテキストが選択できたりもします。で、先ほど話したバーチャルキーボードもこんな感じで使えて、ギリギリマウスとかも操作できるような設定もあると思うんですけど、僕の場合はちょっとスマホから操作しないんで、一応こんな感じでクラウドにデバイスを登録しておけば、こうやって ZKVM のクラウドコンソールから他のデバイスを通してアクセスするっていうこともできます。で、多分これ今 4G かなで繋いでるんで、接続の状況は先ほどよりは悪いっていう感じですね。あとこちらまだ触れてなかったんで、ZKVM 本体の方の機能みたいなのも紹介したいと思うんですけど、そんなに多くはなくて、このタッチパネルタップしてあげると、こんな感じで、メニューが見れます。ここから今の状況だったりとか、設定系だと使えそうなのは ZKVM 自体の再起動とか、それから現在のバージョン情報とかも見ることができます。見た目が本当に Apple Watch っぽくて、この UI とかもそっちに
寄せてきてるのかなっていうぐらい似てるんですけど、あんまりこのデバイス上でできることはそれぐらいって感じでした。ただパソコンとかわざわざ開かなくてもこれだけで再起動とかできるのは便利かもなという感じです。はい、ではまとめに入る前に少しだけデメリットみたいなところも触れておきたいんですけど、やっぱりさっきちょっと使ってみた中で残念なのが、今のところこれは音声のパスする機能がないんで、リモート接続先で何か音声が出るようなメディアを再生しても接続元でその音を聞くことが出ないっていう。なのでゲームとかもできない。あと、動画とか閲覧っていうのも難しいっていうのは少し残念かなというふうに思いました。あとこれは大した問題ではないんですけど、接続の方式として HDMI じゃないんで、今のところは困らなそうなんですけど、もっと離れた場所に置くためにケーブルを長くしないといけないってなると、このフルサイズの HDMI のケーブル、大体皆さん持ってると思うんですけど、ミニ HDMI のケーブルは持ってなかったりするんで、そういうところで買い出さないといけないかなっていうのが、ちょっと残念ではあります。あと3つ目、画面の解像度なんですけど、フル HD は基本的には十分っていう感じなんですけど、自分が持っているディスプレイだと 4K なんで、フル HD だと少し物足りないかなっていう感じはしました。それからネットワークについては、有線 LAN がつながってますけど、この辺も無線 LAN とになったら、さらに置き場所とかも自由になるんで、より良くなるかなっていう感じです。デメリットはそんな感じで、どんな人が結局買うべきなのかっていうと、パソコンは今、リモート接続前提で置いて、で、それをいろんな場所から使いたいっていう人は多くなってくると思います。今回はちょっとユースケースとして紹介できなかったんですけど、僕は究極的にはこれを iPad から操作したいと思ってて、この Mac mini ですね。iPad とキーボードだけを持ち歩けば、この Mac mini ぐらいの本当に性能のいいパソコンを外からでも自由に使うことができるっていうような状況にしたかったっていうのがあります。で、今回これ買って今日実際に使ってみて、遅延とかも含めて実際それは叶えそうなんで、これからもっとその辺の周辺機器とかも用意していきたいと思います。なんで最小限の荷物で家にあるちょっと高性能なパソコンとかのパフォーマンスを引き出したいって方はぜひやってみるといいんじゃないかなと思いました。あと値段も100ドル未満でまだ買えますけど、そんな感じでこの完成度にしてはそこまで高くない製品なんで、お試し感覚で使ってみるのも面白いんじゃないかなと思います。家に置いておいても全然馴染むというかガジェット感があって、そういうのが好きな人とかはハマるんじゃないかなと思います。はい、今日はそんな感じでこの IPKVM っていう製品の、特に最近出た JetKVM について紹介しました。この動画が面白いと思った方、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。またぜひ次の動画でお会いしましょう。さよなら。